皆さんこんにちは。ヨガフォーライフ代表のめぐみです。今日はキャット&カウというヨガでもよく出てくる基本のポーズになりますね。こちらを説明しながら実際に一緒にやっていきましょう。キャット&カウというのはこの背中ですね。背骨をすごく丸めたり反らせたりして背骨をしなやかに動かしていくんですね。で、背骨の中っていうのは神経がもう通ってますし、あとはやっぱり背骨というのは体の中心で上半身と下半身を支えたりとか、すごく大事な部分なので、姿勢だったりとかでも普段の、背中が丸まってたり逆に反り腰だったりすることによって正しい姿勢だったり筋肉ですね、固まってたりとかね、丸まってたりっていうこともしがちなんですけども、しっかり動かしてほぐしていくことで正しいバランスをとっていったりとか、ヨガを最初にやるときにも動かしてしなやかにしていくことで、その他のヨガの動きだったりとかもやりやすくしていくのにとても効果的です。また産後のお母さん、産後のママとかも結構赤ちゃんのお世話で猫背になったりとかね、肩が丸まって抱っこをしたりとか、授乳をしたりで内側に入ることが多いので背中丸まりがちで、それがずっと続いてしまうとどうしても固まっていくので、そうするとその動きが固まっていって、そして背骨と骨盤ってつながってるので骨盤の歪みにも関係してくることになるんですね。なのでこのキャット&カウでしなやかな背骨、そして骨盤を整えていくのに役立っていくので、ぜひ練習していきましょう。では早速始めていきます。まずはですね、四つん這いになっていきます。両手は、ちょうどマットの前の方で、この時結構指がね、くっついちゃう人とか、向きがどっちか向いちゃう人っていうのがいるので、しっかり手のひらを思い切り手をパー開いていきます。そして両手のこの手首、肘、肩の位置のバランス大事になります。手首の上に肘、そして肩が乗るようにまっすぐしていきましょう。両手は肩幅ぐらいですね。で、足はちょうどお尻のこの下に座骨、お尻の下に膝が来て、まっすぐ足が腰幅ぐらいになるようにします。今日はね、足の甲はつけておきましょう。で、この時、またね、結構ね、肘が中に入っちゃう人が多いんですね。この肘が内側に入ってぐっとロックがかかってしまう。サルテと言われる結構日本人に多いんですけど、そういう方はあんまり肘を中に入れると、肘を痛めてしまうので、ちょっと肘を外側に向けるような感じでね、ぐっと外側に向けるようにしていったりとか、かなり肘が中に入ってしまう人は、軽く緩めて肘を少し軽く曲げるようなイメージでも大丈夫です。中に入らないように気をつけていきましょう。そして、背骨が反ったり、丸まらないように、まずニュートラルな背骨を作っていきます。背中まっすぐにして、で、ここから呼吸に合わせてキャット&カウをやっていきます。息を鼻から吐きながら背中を丸めていきます。緩やかにまず1回目なので丸めていきながら、背骨をゆっくり丸めて広げていく感覚。そして次、吸う息で背中をゆっくりゆっくり内側に反らしながら、胸を開いて、目線少し正面見るようにしていきましょう。一気に反らしすぎないようにね。この時肘がぐっと中に入らないようにしていきます。呼吸に合わせましょう。ゆっくりと吐きながら背中を丸めていきます。もう一度息を吸って背骨を反らしながら胸を前。この時ね、腰をあんまり反らせすぎないようにします。胸を開く感じ。腰反らせすぎると腰痛悪化してしまったりします。もう一回吐いて丸めて。あと一回行きましょう。息吸って。そしてゆっくり背骨ニュートラルに戻していきます。この動きをだいたい5回から10回ぐらいね、自分の呼吸に合わせて急いでやるのではなくてゆっくり呼吸に合わせながら吸う息、吐く息で動きをしなやかにやって練習してみましょう。ありがとうございました。